今回の旅のテーマは夏休み。大人になって忘れてしまったあの頃の夏を思い出す懐かしい旅の始まりです。ノスタルジーに浸りながら島で過ごす4日間、ぜひ最後まで見ていってくださいね。明日から4連休なので仕事は全部投げ出してずっと行ってみたかった佐渡島に行くことにしました。仕事終わりに急遽思いついて決行したので、ろくに計画も立てず、とりあえずフェリーの予約だけ済ませて港に向かっています。今回はジムニーでしか行けないような佐渡の秘境やディープなスポットを巡るので、ジムニーをフェリーに乗せていきます。ということで新潟フェリー港に着きました。ここから約2時間半かけて佐渡の両津港を目指します。出港まで時間もあるので、朝の港の雰囲気を楽しんできますね。佐渡島、もうちょっと。そろそろ時間なのでジムニーをフェリーに乗せます。フェリーに車を乗せる瞬間ワクワクしますね。カーフェリーの場合、佐渡島まで約2時間半の船旅になります。平日の早朝から佐渡に向かう人は少ないようで、雑魚寝部屋はほぼ貸し切りでした。周りを気にせず爆睡できるのは助かります。佐渡島が見えてきましたよ。今回は新潟港発なので両津港に着きます。旅のプラン、そんなのありませんよ。ジムニーはヘッジワーク仕様なので困ったらどこでも寝れるんです。片っ端から行きたいところを巡って美味しいもの食べてきますね。港から10分車を走らせると日本の原風景が広がります。ここからずっとこんな素敵な景色が続くんです。しばらくの間懐かしさに浸ってくださいね。こんな道を車だけで旅をするのはもったいないです。もっと佐渡の隅々まで徒歩や自転車でしか見れないような景色も目に焼き付けておきたくなりました。ということで佐渡にはレンタル自転車があるようなので、今日は自転車で佐渡を散策しようと思います。とりあえずお腹空いたので、まずは食料を調達しなければなりません。いい雰囲気の商店街があったので寄ってみました。ちょうどカフェがやっていたのでここでご飯食べます。夏野菜カレー最高です。夏といえばかき氷、美味しそうなかき氷屋さんもありましたよ。自転車借りました。これで佐渡を探検してきます。ここからはレンタル自転車の方がおすすめしてくれたスポットを巡ります。まずは20分ぐらいのところにある宿根木集落を目指します。私が小学生の頃はスマホもなかったので、遊ぶための待ち合わせ場所は学校帰りに決めて自転車で集合していました。このチャンネルの視聴者の年齢層は20代から60代の方まで様々ですが、きっと皆さん同じような幼少期を過ごしたのではないですか？宿根木集落は江戸時代から明治初期にかけて造船業で栄えたそうです。山と海に挟まれた狭い土地に100軒もの家屋が集中しているので、通路以外のスペースは全て住居に使われています。庭すらありません。最盛期はわずか1ヘクタールの狭い土地に120戸500名もの人が暮らしていたそうです。木造船の造船で栄えた宿根木集落でしたが、近代化の波には逆らえずに衰退していきました。現在では重要伝統的建造物群保存地区として大切に保管されています。こうして集落を見下ろすと過密具合がよくわかりますね。うわー気持ちいい。佐渡は真夏でも気温は30度ぐらい、日差しは強いですがカラッとした暑さで気持ちがいいです。
とはいえ熱中症になったら素敵な旅も終わってしまうので、この辺で水分補給しておこうと思います。汗だくで飲むアクエリアスほど美味しいものはありませんね。夏だ。佐渡といえばたらい船。たらい船の起源は1803年、最初は家庭で使われていた大きな洗濯桶に乗り込んで岩場の漁を行ったのが起源とされているそうですよ。船頭さんのお話が面白くていい思い出になりました。夢中で観光していたらいつの間にか日が暮れていました。子供の頃夢中で遊んでいて気がつけば門限が来ていたことを思い出します。めっちゃ綺麗。佐渡は夕日がとても綺麗なんだそう。せっかくなので観光スポットになっている場所で夕日を拝みたいと思います。今日はどこで寝ようか考えたのですが、一日中汗だくになりながら自転車漕いで疲れたので、宿に泊まることにしました。大佐渡スカイラインを通って宿の方に向かいます。明日はこの大佐渡スカイラインで車中泊しようと思っているので、車中泊場所の下見も兼ねてドライブしてきますね。大佐渡スカイラインの全長は30キロ、最高地点の標高は942メートルなので、夏でも快適に車中泊できそうです。展望台に着きました。ここからは佐渡が一望できる上に本州まで見えます。天気のいい日は北アルプスまで見えるそうですよ。明日はここで車中泊します。最高だ。宿に行く前に佐渡といえば海鮮だね。回らない寿司はハードルが高いので、回転寿司佐渡弁慶に来ました。お寿司の味ですか？そんなのうまいに決まってんだろ。一日めっちゃ楽しかった。今から旅館泊まります。佐渡最高だよ。一日中動き回って体力が限界なので、このまま宿に向かいますね。金沢屋旅館に到着です。旅の疲れを癒して明日に備えます。おかみさんがとても素敵な方で、旅館の歴史を親切に教えてくれました。どうやらここは1887年から続く老舗旅館で、もともとは遊郭として賑わっていたそうです。1957年に売春防止法が施行され、旅館に転業されたって歴史があるそうですよ。遊郭の頃に使われていた部屋にそのまま泊まれるようになっていて、当時の美術品などもそのまま残されているそう。素敵な襖絵だなと思いながら見ていたのですが、よく見ると剥がれた部分に文字が見えます。読める方いますか？この天井は漆塗りなんだそうですよ。よいしょ。さっぱりした。寿司追加。明日から天気が崩れるので、明日は雨の日にしか楽しめないスポットを巡ってきますね。明日もいろんなところ回ります。今日は朝から雨です。雨の日にしか楽しめない景色といえば、霧がかった幻想的な森ですよね。佐渡にはよく霧が立ち込める山があります。そこには異様な形をした杉の木があるそうで、霧が立ち込めると神秘的な景色が楽しめるそうですよ。山のふもとに来ました。ここは大佐渡山地の北部で、海から吹き寄せる湿った風が山肌を駆け上がることで、一帯が霧に包まれるそうです。運転には十分気をつけながら山頂を目指しますね。標高が上がるにつれて霧が濃くなっていきます。ここ大佐渡山地の北部は冬は過酷な強風が吹き荒れ、積雪は3メートルを超える豪雪地帯です。このような過酷な場所で育つ杉の木は雪の重みで独特な形に成長するそうですよ。駐車場にジムニーを置いて遊歩道で見学してきますね。おー、すごい。霧がすごい。今から幻の一本杉見に行ってきます。霧が冷気を帯びてひんやりしています。夏でも気温は18度、服
服が濡れると一気に冷えるのでカッパを着て散策します。佐渡にはクマやイノシシがいないので気兼ねなく散策できます。最初に見えてきたのは象牙杉です。雪の重みで枝が地面近くまで押し曲げられながらも陽光を求めて成長を続けた結果、このような樹形になったそうです。こうして見上げると幻想的で神々しく見えますが、どこか不気味さも感じます。人面樹みたい。このままもう少し進んでみると四天王杉がありました。本来中心になる主幹が積雪によって潰されたことで、それを避けるように成長してこのような形になったと言われています。雨すごくなってきたんで帰ります。雨がひどくなってきたので散策はここまでにして切り上げます。案件させてください。これまでのフーチャンネルの動画の半分以上はこの DJI オズモアクションで撮影しています。車載シーン、Vlog、少し変わったアングルでの撮影や広大な自然の景色まで、これ一つポケットに入れておけば旅のあらゆるシーンを思い出に残せるんです。強力な手ブレ補正に豊富なマウント方法、タフで防水、それでいて超高画質、スマホ連携簡単、アプリ編集楽々、家族旅行での思い出から Vlog まで、これ一つで幅広くカバーできますよ。私はかなりの機材オタクで、これまで DJI 製品はたくさん買ってきたので自信を持っておすすめできますよ。アタッチメントも豊富でマウントは様々、いろんなところにカメラをマウントしてクリエイティブな映像が撮れますよ。スマホでは撮れないような映像が撮れるのでぜひチェックしてみてくださいね。最後は大佐渡スカイラインで車中泊して帰ろうと思います。山にこもる前に温泉入って汚い汗を洗い流してきます。さっぱりした。すっきり。飲食店はほとんど閉まっていたので晩ご飯はモスです。モス食べて山登りますね。モス。空腹は最高の調味料。腹が減った時のモスは最高です。モスうまい。装備紹介します。ということで今日の装備を紹介します。疲労もピークに達しているので最低限の装備で着いたらすぐに寝れるようにしてあります。非常食もたっぷり用意しました。もちろん食料や飲料の調達はできないので非常食もたくさん積んであります。よし、行ってきます。山に入ると悪天候、ジムニーだとワクワクします。山頂に近づくにつれて霧が濃くなってきました。街灯もない山奥でこの霧は恐怖です。崖から落ちたら木っ端みじんなので、これ以上視界が悪くなるようなら引き返そうと思います。道路に引かれたラインは見えるので、これを頼りに登っていきます。なんとか展望台に到着しました。暴風に飲むと車中泊には最悪な環境ですが、世紀末のような雰囲気で楽しくもあります。何よりクマやイノシシなど私よりもはるかに凶暴な動物がいないのはとても安心します。不審者が怖くないのかってよく聞かれますが、こんな山奥でこんな天候です。不審者も近づきませんし、むしろ私が不審者です。もし別の車が来たら警戒しますが、今のところ私だけなので思う存分楽しんで過ごします。乾杯。美味しい。明日の雲海に備えて寝ます。おやすみなさい。起きました。もう風が強くて外はまだ霧だらけで雲海は見れませんでした。残念ながら朝になっても霧は晴れず、佐渡を一望することはできませんでした。霧がすごすぎて雲海見れませんでした。寒いぐらい。何にも見えません。別日に展望台の景色を目に焼き付けておいたので、よしとしましょうかね。今回は佐渡のいろんな景色を楽しめていい旅になりました。
動画にしていませんが、他にもいろんな場所を巡りました。佐渡の魅力が少しでも伝われば嬉しいです。ぜひ皆さんも訪れてみてくださいね。今年は家族で北海道に行ったりと充実した夏になりました。いつも見ていただいている皆さん、本当にありがとうございます。これからも旅したり、気になる車紹介を続けていくので、また見てくださいね。じゃあまたねー。